どうも、ヒューズの藤重です。幼児山本2024年秋冬コレクション始まりましたね。いや、僕もですね、実際に間近でアイテムを見ていて、めちゃくちゃかっこいいなって思ってるんですけど、前回ですね、営農機のアイテム、シャツが2型到着した時に、こちらのアイテムですね、詳しく紹介してるので、まだ見ていない方はぜひそちらを見ていただきたいんですが、その前にですね、まず皆さん感じてることがあるんではないでしょうか。あれ今回2人でコレクションの動画語らないのって思ってる人いると思うんですよね。でも実はですね、2人で語った動画撮ってたんですよ。でもいろいろタイミングが悪くて出してなかったって感じですね。なので今回は、まずはその2人で語った動画っていうのを見てもらって、その後にですね、僕がコレクションが終わった後だからこそわかることだったりとか、実際にですね、営農機のアイテム手元に届いたので、アイテムをですね、見た後の感想だったりとかですね、ちょっとした後付けの話を加えた動画の2本立てみたいな内容になってます。なので、いつもの動画と違って少しですね、動画の尺が長いとは思うんですが、ぜひラジオ感覚で聞いてもらえればと思います。それでは、まずは2人で語った動画をご覧ください。はい、どうも、ヒューズの山根と藤重です。今回は毎シーズン恒例となりました、はい、コレクションランウェイの感想を言い合おうっていうね、いいですね。回です。はい。先日行われたね、はい、幼児山本2024年、25年秋冬のパリで行われたコレクションランウェイをね、見た感想をですね、2人でね、話していこうと思うんですけど、もう毎シーズン恒例なんですが、今回はですね、以前まではコレクションランウェイの動画を見て、それを見ながら喋ってたんですけど、今日はですね、写真を見ながらとか、動画を流さずに、ちょっとバチャバチャと喋っていきましょうか。いやー、そうですね、もう雑談ですね。前も雑談なんですけどね。まさにでも雑談ですよね。そうですね。特にテーマがあんまり。なので皆さんもね、ほんとラフにね、聞きラジオ感覚でね、聞いてください。ほんとそれにしてもね、パリで行われたランウェイですね。コレクションめちゃくちゃ良かったですね。そうですね。もう毎回ですけどね、ほんとかっこよかったですね。もう毎回かっこいいし、毎回新鮮な。いや、確かに違う提出できますからね。で、音楽とか、モデルとか、洋服もそうなんですけどね、それ含めてのパリのコレクションランウェイなんで、感じやっぱりいいですよね。そうですね。全体的にやっぱ幼児の雰囲気というか、今回ちょっと幼児っぽいかなっていうのもあったんですけど、そういうところも含めて面白かったですね。そうですね。意外性というか。それこそもうね、僕ね、もうランウェイが始まるのを待ってて、テレビで待機して、YouTube 流れるじゃないですか。待って、もう一人で見てたんですけど、いいっすよね。いやー、よかったですね。僕はあれ見ながらちょっと飲むっていうね。だいぶ粋ですね。いいですね。出ましたね。皆さんもね、そういう方いるんじゃないですかね。待機勢はいたでしょうね。いると思いますよね。何もなく話すのもね、あれなんで、ちょっと写真とかね、見ながら喋っていきましょうか。いきましょう。その前にですよ。毎シーズン、こちらも恒例の。いや、そうですよ。楽しみっすよ、それ。インビテーションですね。パリコレに入るための招待状です。これね、今回もね、もらってきたんですけど、まだ未開封です。いや、何が入ってるんでしょうね、今回。ちなみになんですけど、このインビテーション、あれなんですよね。名前書いてあって、で、これを持っていくと入れるっていう。で、そこに、ここにですね、席順とか書いてるんですけど、これがね、ホテルに届くんですよ。もうその瞬間からいいっすよね。そうですよね。その瞬間がもうパリって感じなんですけどね。でも、まだ、これ未開封なんで。いいっすね。ちょっと開けましょうか。開けましょう。じゃあ。なんでしょうね、今回。いや、そうですね。今回なんでしょう。僕開けてよかったですか？いいっすよ。前回僕開けたんで。いや、リアクションが僕いけるかなって思って、今回ですね、これ、下敷き真っ黒の、何ですかこれは。なんかボードというか、ボードというか、そうですね。黒地に赤の文字っていう、これかっこいいですね。確かに額縁に入れて飾ってもいいぐらいの雰囲気はありますね。メニュー表みたいですよね、今思ったら。なるほどね。食事する時とかの。確かに、ここにね、パリの、幼児のコレクション会場の住所が書いてあって、確かにね。なんかそんな感じがしますよね、こう見ていくと。本当ですね。かっこいいですね。いや、メニュー表みたいかっこいいです、本当。かっこいいですね。ちょっとこれね、こうやってやると反射しちゃうんで。見えないかもしれないですね。ちょっと後でこれ、取ってきます。でもね、こういうのがね、やっぱりパリコレの醍醐味と言いますか。そうですね。やっぱりいいですよね。残るのもいいですね。そうですね。
まあそしたらこれはね置いといて、じゃあ写真、ですね、コレクションルック見ていきましょうか。はい。じゃあパソコンあるんでも、ここに置きましょうか。サクッとね、そうですね。見ていきましょうか。ざっと見ていく感じですけど、まずこうなんか総評としてといいますか、まとめてこう見終わった後に、今回黒が少なかった。確かに。黒っていうかこう真っ黒のスタイル。なんか僕が着てるこのジャケットみたいな黒で勝負みたいなんですよね。ギャバジンのこう黒、真っ黒みたいなスタイルが少なかったかなっていうのを思いましたね。確かに今回なんかテーマとか考えました。僕そこら辺とつながってるんかなと思ったんですけど。いやテーマまで考えてないですね。なんか、女性も結構出たじゃないですか。そうですね。でいろんな人も出たりとか、髪型も特徴的だなって思ったんですよ僕。なんかここで結んでる人とかあんまり今までの幼児のコレクションでなかったなっていうのと、年齢層とかもすごいこうバラバラやったじゃないですか。だから多様性とか人間性とかっていうところにもしかしたらこうテーマあるのかなと思ってて。なるほど。でそこも含めるとこう全部真っ黒だったら、統一感ってかっこいいですけど、同じ人って雰囲気になるじゃないですか。そうですね。だからいろいろこうカラーを変えてみたりとか、柄入れてみたりとか、そういう感じだったんかなと思ったんですよね。なるほど。なんかその人の持ってるポテンシャルというか雰囲気をよりこう引き出させると言いますか。そうですね。その個性を出すために、あえてこう真っ黒っていうのは少なかったんかなと思ったんですよね。でも確かに思いました。僕だって2回見たんですけど、なんか1回目こう洋服を見てたんですけど、モデル見ちゃったんですよ。いやそうですよね。なんかモデルに目がいったんですよね。なんかそれもなんか意図してこうモデルに目がいくようにしたのかな。多分こう全体像といいますか、なんかその人しか持ってないさっきも言ったように雰囲気だったりとかを生かすような洋服。なんで僕2週目でこうディティールというか洋服を見たんですけど、確かになんかねそういう感じましたね。そうなんですよ。だから結構1回で見ても面白かったですけど、見るたびに気づく点が増えるっていうのが今回余計面白かったですね。確かにそうですね。あとは今回僕ね感じたのは洋服もそうですけど、ちょっと脱線しちゃうかもしれないですけど、やっぱ音楽ですね。音楽良かったですね。僕音楽そんなに詳しくないんですよ。いやそれでも僕もそんなに詳しくないですけど、それでも気づいたとこは何個かありましたもんね。だから僕一番最初に思ったのが、一発目のこう音楽が、クリープっていう、レディオヘッドのこう名曲をですね、カバーしてたやつなんですけど、いやよかったっすね。で音楽って言ったらね、他にもなんかテイラー・スウィフトとか。テイラー・スウィフトラバーでしたからね。しかもヨウジさん歌ってましたね。歌ってましたね。なんかこうね、なんか僕もなんかこう見ましたけど、コレクションについての評論といいますか、なんか書くところが出してる。そうですね。愛みたいな。愛情ですもんね。愛情っていうか、多分あるのかなとは僕も思いましたね。なんかやっぱりこうヨウジさんのアンテナすごいなって思いました。そうですね。なんか前回 SS の時ってやっぱりこう幼児っぽいロックを感じる曲調というか、激しい感じのやつもあったんですけど、今回穏やかでしたもんね。全くまた変わってきたなっていうので。そうですね。なんかこう本当に淡々と流れる感じ、日常の些細なこう機微というか、なんかそういうのをなんで洋服に入れるというか、芸能に見せるというか、抽象的なんですけど。でもそんな感じですもんね。なんかこう言葉に表せないところありますもんね。そうですね。多分皆さんもそうだと思うんですけど、このコレクションは本当に最初も言ったんですけど、見れば見るほど気づきがあるというか。確かに。あと僕多分これ今回話すなって分かってたんですけど、雑談で難しいなって思ったんですよね。内容が。そうですね。どこにこうフォーカスしたらいいのかっていうのと、すごいこういろんな要素がありすぎて。そうですね。確かに。そうなんですよ。まだ話してないところたくさんあるでしょうけど、話せることいっぱいありますね。そうなんですよ。本当に僕も最初にこう藤重さんのこうテーマというか、感じたこと、その多様性とか人間味っていうのを表現するってあったんですけど、本当にそうだなとは僕も思いましたよね。ただそれを表現する仕方がめちゃくちゃ入ってるんで、そうなんですよ。難しいなって思いましたね。そう、服、音楽で、人もそうでしたしね。そうですね。もうモデルもそうなんですよね。モデルの人選がめちゃくちゃ僕好きでした。よかったです。いや今回すごかったらしいですね。僕そこもあんま詳しくはないんですけど、詳しくなくても2人は分かりましたからね。本当ですか。1人誰ですか。リム・ベンダースですよ。そうですね。もうだって音楽変わった瞬間出てきたんですけど、もうすごかったですよ。歩き方とか。そうですね。雰囲
気とか映画監督ですからね。もうなんか自分を見せる方法というか、はもうどう見せたらかっこいいか分かってますもんい、いやね。そうですね。なんか、うんあれこそこう年輪というか、はい本当にこの人かっこいいな、かっこいい生き方してんだなみたいなのが出てましたねそうです。ね。知らない人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、はいあれですよね。トシとモードとビデオノートっていう。そうですね。もう洋二さんとは切っても切り離せない関係というか、洋二さん撮った映画ですもんね。結構昔ですよね。いつですかね、もう1980 80年代。年代ぐらいですかね。まあそこからまあ進行もあるってことですからね。そうなんですよ。ずっと付き合いがあるって言ってたんで。 30年以上ってことですよね。そうですね。ごいだって洋二さん、僕ら兄弟みたいって言ってましたからね。いやそうですよね。はい。いやあれはね面白いですよね。そうなんですよ。若き洋二さんを知れますから。そうですね。なんかもう本当にこう幼児山本のこう、洋服作りの根底みたいなのをそうですね見れるんで、あれはやっぱり見た方がいいですよね。いや、もうぜひ見てほしいですね。まあ、その話しだしたらマジで長くなったんでちょっとあれまですけど。た脱線しますからね。ははいでも僕もこはいのビムベンダース出た時に、はい。うわってなったんですけど、わかりますよね。もう本当につい最近、はい。この人の監督のこの人が監督してた映画、はい。パーフェクトデイズって映画見たばっかりだったんで、ああ、じゃあ余計来るものがありますね。そうなんですよ。ビムベンダースでできて、はいまあちょっとこう渋いモデルといったらマックス・バドクルーっていう、マックス・バドクールかな、バドクルかな、は出てきたんですけど、俳優さんとか。いえカメラマンですよ。あ、カメラマンなんですね。はい、ちなみに、マックス・バドクールは、はい。いつですかね、1998年ぐらいから、はいワイズの、キャンペーンビジュアル撮ってるんですよ。実は知らなかったっす。で、モノトーンで、はい。めちゃくちゃかっこいい写真撮るんですよ。はい。で、僕も写真集実は持ってて。はい。で、実は、この前ですよ、マックス・バドクールから、はいヒューズ、インスタフォローされてたんですよ。すごいつながりですね、また。そうなんですよ。しかもマックスみたいな、すごいですね。思っちゃったっていうね。貸してくださいよ、写真集。いや、いいっすよ、いいっす見よ。たいっす。もちろん。で、あとは、やっぱもう一人出てましたね。ノーマン・リーダス。ノーマン・リーダス。そうですよ。ウォーキング・デッドですね。ウォーキング・デッドも僕からしたら初見にですよ。もう僕はウォーキング・デッドしか見てないんでなんともなんですけどね。でウォーキング・デッド見ました？いや、シーズン1で僕はもう、もう長いと思って。もうちなみに僕は見てないです。あ、見てないですね。はい、すいません。すごいシリーズあるですからね、本当に。そうですね。なのでもう長すぎてちょっとうん。見れなかったんですけど、ただまあ、ノーマン・リーダスね、着てた洋服かっこよかったですね。この、フリンジというか、メッセージフリンジというか、そうですね。新しい感じでしたね。なんかもう幼児のモデルって感じですよね。ちょそうですっと昔の幼児ですけどね。ノーマン・リーダスだから許されるこの雰囲気あるじゃ確かにその人だからないですか。そうです、そうです。モデルの人生やばいなと思いましたね。やっぱいろんなところではい。今回テーマを伝えてると思うんですけど、はいやっぱ人間性っていうのは一つあるんですかね。そうですね。うん洋服で表現して、なんか文字で表現して、うんあとこのね、女性とおじいさんって言ったらあれですけどね。まあでももうだいぶ年配の方ですよもうね。このね、ロースみたいな、マスターみたいな人とこう歩いてくる、この赤と黒のコントラストのルック、これやばかったですね。これそうですね。これしかも途中で女性が追いついて手引いていってましたからね。そうですねなん。か人生の支えになってるんかなみたいな演出でしたよ。でもどっちなんでしょうね。その支えっていうの、どっちというか支えっていうのは、なるほど。家族なのか、ペアなのかとかっすね。そうです、そうです。まあ、そこはまあ、妄想というか、想想像像お任せしてくださいみたいなんでしょうねな感じでしょうけど、まあ、いいっすよね。僕これ見て思いました。こう男性と女性が幼児着るのって、やっぱこう、かっこいいなと思って。そうっすねで、しかもいいっすね今回女性が着てた洋服全部オムだったらしいですね。ですね。プールオムのアイテムだったので、女性が着るプールオムもやっぱりかっこいいなと思っちゃいましたね。ジャケット着てるルックとかじゃないですか。はい。あれとかめっちゃかっこいいなと思いましたね。メンズというか、パートナーの洋服借りましたみたいな。とか。はい。それこそ着方は自由だったりとかするんでしょうけど。今回カップリング多かったですね。こういう感じの。そうですね。うん。最後ですよ。いや、最後やっぱ一番印象に残ったって言ってもおかしくないぐらい僕は印象的でしたけど。いや、そうですね。僕は一番好きでしたね。うんこの女性とビム・ベンダースが歩いてくる、はい。このルック、最高にかっこよかったですね。このシャツの緩さもいいですし、はいサスペンダーの感じで、横にこう手を添えてる女性の感じ。この一番最後がなんかこのコレクションラーメンを象徴するというか、まあ物語ってる感じですよね。もう本当にラストルックにふさわしいモデルでしたね。うん。いやーよかったですね。でなおかつ今回ね、黒のこう要所要所の使い方、うん。黒に合わせる柄だったり色物だったりとか、
多分このコレクション見ると、はい、今持ってる洋服、幼児の洋服を、はい、なんかよりこうやって合わせようかみたいなのも、こう黒の使い方がやっぱうまいなっていう差し込み方でしたもんね。もうなると思いますね。だからまあ僕はもう本当に今回のコレクション良かったです。学ぶとこが多かったですよね。学ぶこと多かったですね。これ以上喋るともう長くなっちゃうんで、なんでまあ皆さんもね、なんかこんな、気づきがあったとか、はい、まあ音楽、モデル、洋服ね、はい、ここが良かったみたいなのがあったらね、はい、ぜひぜひコメントしてもらいたいですね。教えてほしいですね。いやもう本当になんかこうコメントでね、こう話し合いたいというか、ね、もしね何かあれば、どしどしコメントお待ちしてます。はい、待ってます。はい。はい。長かったですね。まあ大体15分ぐらいですね、2人でいろいろ語ってたと思うんですけど、まあそれぞれやっぱりモードファッションが好きなだけあってすごいいろいろ語ってましたね。いやまあ良かったんじゃないでしょうか。でまあ今からですね、こう自分自身のこう動画を見てこう総評っていうのもおかしいんですけど、まあ幼児山本のコレクションを終えてからの感想だったりとか、まあ服をですね見ながらいろんな感じたことがあるので、それについて少し語ってから終わろうと思います。でまずはやっぱり営農期のですねコレクションのアイテム届いて思ったことなんですけど、この女性柄のデザインめちゃくちゃかっこいいんですよね。まあ僕たちがですね2人で語った時の動画っていうのは多分あまり女性柄について触れてなかったと思うんですけど、まあ回想を見ながら感じたこととしては、いやもっとこの女性柄に触れんかいと思いながら見てたんですが、まあ、やっぱですね近くで見るとこの柄のですね凝ったデザインすごくかっこよかったんですよね。今回のコレクション象徴するデザインの一つだなって感じました。このシャツ着てみて分かったこともたくさんあるんですけど、まあ、やっぱり幼児のアイテムってこう見るだけじゃ分からない着て分かるシルエットだったりとか、まあ、この女性柄もその一つですよね。コレクションを見るだけでは分からなかったこう服のですねこだわりっていうのを実際に感じて、やっぱり幼児山本2024年秋冬のコレクション圧巻だったなって思っています。そして今回の雑談の中ではこうコレクションのポイントを伝えるのが難しいねって2人で話してたんですよね。でまあ今でもですね正直言うとこう結構難しいなとは思ってるんですけど、まあ、今回の幼児のコレクションのテーマっていうのが分かったので、そのテーマを知るとですね少し分かりやすくなるかなと思います。でまあ今回ですね幼児のコレクションのテーマの一つに曖昧さっていうのを表現していたんですよね。でその曖昧さっていうのをですねいろんな手段で幼児さんは表現していたんですけど、僕の中で一番分かりやすかったその曖昧さっていうのはこうジェンダーの線引きをしないというところだったんですよね。まあコレクションをですね思い返してみると女性のモデルもたくさん登場しましたし、まあ、こう男女のペアでラーメンを歩いている姿も見られましたよね。しかもその2人のペアルックの服っていうのはもうほとんど同じの着てるんじゃないかなっていうのもあったと思うんですが、つまりはですね男性とか女性的とかいうこうジェンダーのですね境界線を定義してない洋服の見せ方をしてたんですよね。でその曖昧さっていうのを一つのコレクションテーマの軸として置いて、またコレクション見返してみると面白いんですけど、まあ、例えばですねモデルの年齢層だったりとか髪型とかですね、あとはデザイン的なところで言うとこう刺繍から垂れたフリンジだったりとか、あとはこうアンバランスな加減の柄デザインとかですね、まあ人間はもちろんなんですがこう服とかもですねいろんな線引きを曖昧にしてた気がするんですよね。でまあ僕の肌感としては近年の幼児山本のコレクションっていうのは結構直接的にですねメッセージ伝えてくれることが多いんですよ。例えばですけどメッセージデザインとかそうですよね。幼児さん実際に殴り書きでですね書いてると思うんですけど、あれなんかすごく分かりやすくてですね、幼児さんこういうことを今考えてるんだなっていうのが伝わってきますよね。今回はですねコレクションのテーマの一つに曖昧さっていうのがあったからこそ、僕もちょっとこう理解するのに時間がかかったのかなと思ってます。でも反対に言うとこの曖昧さっていうコレクションのテーマをこう抽象的だからこそ受け手一人一人がこういろんな考え方ができるっていうのもあるので、まあそこもですねすごく面白いコレクションだったなって感じてます。まあやっぱりですね幼児山本のコレクションっていうのは毎年考えさせられて面白いですよね。まあいろいろな受け取り方があると思うので、ぜひ皆さんも今回の幼児のコレクション感じたことがあったらぜひコメント欄で教えてください。はい、では今回ですねすごい尺の長い動画になったと思うんですが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ぜひこの動画がいいねと思った方は高評価、またチャンネル登録していない方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。